今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本文化と日本語をゆっくり楽しく学んでいきます。さて、今夜のテーマはなぜ日本人と友達になるのにこんなに時間がかかるのかです。これは私がツアーガイドとして海外の方をご案内している中で本当によく聞く話です。日本人は親切だけど友達になるのが難しい。何年も日本に住んでいるけど日本人の友達がほとんどいない。みんな優しい。でも距離を感じる。そんな話を聞くことがよくあります。でも私はこの問題は外国人の方だけの問題ではないと思います。なぜなら私自身友達作りが得意ではないからです。日本人は多分友達作りがそんなに得意ではないのかもしれません。今日はそんな日本人の友情について少しゆっくりお話ししていきたいと思います。まずはじめに、日本人は知らない人にあまり話しかけません。もちろん人によりますが、でも海外と比べるとその傾向は強いと思います。例えば電車。日本では隣に座った人と会話を始めることはほとんどありません。カフェでもそうです。公園でもそうです。だから外国人の方から見るとどうやって友達を作るのと思うことがあります。あとは海外に行った時に、特にアメリカで驚いたのが、アイコンタクトの文化ですね。知らない人とでも道でね目があったら、目を合わせてにっこりする、そういう文化っていうのはあんまり日本にないかもしれません。もちろん家の近くでね、近くに住んでいる人同士で、軽く会釈をしたりとか小さい挨拶をすることはありますが、全然ね、知らない場所で挨拶することはほとんどないかなって思います。じゃあどうやって友達を作るのかっていうと、実際日本人同士も分かっていませんね。私も分かりません。ただ学校や会社なら、自然に友達ができます。ただね、大人になってからは本当に難しいです。これは、皆さん海外の方だけじゃなくて日本人も同じかもしれません。2つ目、日本人は予定を決めるのが早すぎる。これは外国人のね友達に言われて初めて気づきました。例えば海外では今日暇とか今週末どうとかちょっと朝ごはん一緒に食べないというね誘い方があるかなと思います。でも日本人は来月どうですかとか来週再来週のいつだったらどうですかとか、という聞き方をしますね。私自身も普通に言います。気がつくと1ヶ月先の予定を調整しています。海外の方からするとそんなに忙しいのと思うかもしれません。でも実際に忙しい人も多いです。やっぱり一番は仕事かもしれません。それから仕事が平日忙しいから土日はゆっくり家のことをしたいという人もいますし、家族がいたりとか別の趣味があったりとか、
日本人は意外と予定で埋まっています。なので会いたくないではなく、ちゃんと時間をね確保したいっていう感覚かもしれません。3つ目、日本人には目的のない集まりが少ない。これは海外の方と話していて面白いと思ったことです。海外ではハングアウトといって、ちょっと会うみたいな文化があると思うんですね。そう、ハングアウトといってのんびり過ごすとか、気軽に会うっていう意味が結構多いかなって思うんですけど、日本にはそういう集まりが結構少ないように思います。アメリカだったら例えば公園を散歩するとか、ちょっとカフェに行くとか、家で映画を見るとか、庭でバーベキューをする、ただ話すとか、そういう時間があると思います。でも日本人は、特にこれは女性はかもしれませんが、ランチに行く、ちょっとおしゃれなランチに行くとか、飲み会をするとか、旅行に行くとか、何かね大事なイベントに参加するとか、目的があることが多いように感じます。だから一緒に遊ぼうと言われると、何をするのと思ってしまう人もいると思います。そうですね。だから基本的にはお店とかもいつも予約しますね。ランチにしても居酒屋にしても、あらかじめね、予約することが多くて、そういう理由から結構お店自体も前日にね予約するの難しいし、だいたい1週間ぐらいは時間が必要かなって思いますね。でもそれは会いたくないわけではなくて、その一つの大きい予定として私たちが多分考えちゃっているから、ちょっと軽く会おうっていうのがなかなかできないのかもしれません。はい。で、ちょっとここで私自身の話をしたいと思うんですけど、私はね、あんまり友達が多くありません。海外の方は驚くかもしれません。でも本当です。もちろん学生時代の友達はいます。連絡を取る人もいます。ただ頻繁に会う友達はほとんどいません。なぜかっていうと、私はね、日本人の人間関係は結構環境に依存するのかなと思っています。例えば学校にいるから仲良くなるとか、会社にいるから仲良くなるとか、同じ趣味だから仲良くなる。ただその環境が変わると自然と会わなくなることがあります。高校を卒業したりとか、会社を辞めたり、引っ越しをしたりすると関係も少しずつ薄くなっていきます。嫌いになったわけではありませんが、ただ自然と会わなくなったように思います。あとはあんまりビデオ電話とか、電話の文化も少ないかもしれません。時々海外だとね、簡単にビデオ通話とかをしてお互いの近況をね、キャッチアップすることもあると思うんですけど、あんまりそういう文化が日本にはないように思いますね。遠くに住んでいて、しばらく会うのが難しいなら、あんまもうそのままフェードアウトというか、連絡を取らなくなることの方が多いように思います。もしかするとそれは、日本はアメリカと比べると少し小さい国なので、アメリカはその引っ越しとかがすることがきっと多いと思うから、その都度ね、お互いに連絡を取り続けたりとかもするのかもしれないんですけど、日本の場合は
日本自体が狭いっていうこともあるのかな。ちょっとわかんないんですけど、ただあんまりね電話文化がないっていうところは面白いかもしれません。ちょっと話が脱線してしまったんですけど、私が東京で会社員として働いていた時、その時は毎日同じ人たちと働いていました。ただ今はフォトグラファーとツアーガイドとかクリエイターっていうところで、毎日同じ職場に行くわけではありませんね。鎌倉は東京から近いといっても、1時間くらいかかるので、そんなに頻繁には今は行かないですね。なので、新しい友達が自然に増える環境ではないのかなって思っています。気がつくとお客さんだったりとか視聴者の皆さんとか、あとは本当に仲のいいクリエイターの友達だったりとか、何かね情報発信とか、海外に興味があるみたいな、そういうちょっと自分と似たような友達と、話す時間の方が長いかもしれません。ちょっとこれは不思議ですね。そして私はもう一つ日本人の特徴があると思っています。日本人は友達だけを大切にするわけではないんですね。例えば会社の人とか近所の人とかマンションの人とか地域の人、学校の保護者の人とか、そういう人間関係もすごく大切にします。海外では友達との時間とか家族との時間を最優先する人も多いですが、日本人はコミュニティ全体との関係を大切にする傾向があります。だから例えば地域のお祭りを手伝うとか、マンションの外の掃き掃除を手伝うとか、会社の飲み会に顔を出すとか、そういうことはとても、一般的にあります。海外の人から見るとね、友達や家族と会う時間にすればいいのに、すごく無駄な時間だとね思うかもしれません。ただ日本人にとってはそれもね大事な人間関係なのかもしれません。私自身ね、今フリーランスで会社とかには属していないんですけど、それでもご近所の人と挨拶したりとか、仲良くねちょっと道で会った時にお話しできるような関係になっていて、すごくそれはねありがたいなと思ったりします。なので結構そういうコミュニティ全体との関係を大切にするっていうところはすごくね日本人は大切にするのかなって思います。そういう意味で結構例えばゴミを捨てる時にきれいに捨てなきゃいけないとか、時々ねすごくルールが多いなって思う時もありますが、そうやってみんなでルールを守っていいコミュニティにしていこうっていうのが、日本の文化なのかもしれません。もちろん海外にでもね結構地域によってはそういういいコミュニティがねあったりもしますが、多分全部ではないかなと思うので、そのあたり日本は結構特徴的なのかもしれませんね。次にですね、日本人は遠慮します。本当に遠慮します。例えば誘いたいけど今忙しいかもしれない。例えばすごくね繁忙期、仕事が忙しい時期かもしれない。もしかしたらちょっとね出産が終わってなかなかね体調が厳しいかもしれないとか、本当にたくさんのねことを考えて、迷惑かもしれないなとか、断らせたら申し訳ないなとか、そういったことを考えます。なので本当に会いたくても誘わないということもよくあります。なのでもし日本人の友達が皆さんが欲しいのであれば、自分から誘ってみるのもいいかもしれません。
意外と喜ばれることかもしれません。そしてもう一つ、日本人は一人の時間が好きかもしれません。例えば一人でカフェ、一人で旅行、一人で映画、一人で温泉。最近はね、一人焼肉も珍しくありません。もちろん友達が嫌いなわけではありません。ただ一人の時間を楽しめる人が多いです。だから休日にね、誰とも会わなくても平気な人もいます。私自身も多分そういうタイプだと思います。カメラを持って一人で写真を撮りに行ったり、朝早く海を見に行ったりするのが本当に大好きです。なので私は、外国人の皆さんが日本人の友達を作るのが難しいのではなく、そもそも日本人という人たちが、友達を作ることに時間がかかるのだと思っています。そしてその背景には遠慮とか忙しさ、コミュニティ文化、一人の時間を大切にする価値観、そういったものがあるかなと思います。でも最後に、日本人との友情にはいいところもあるかなと思っています。始まるまでに時間がかかりますが、距離が縮まるまでにも時間がかかりますが、一度仲良くなると意外と長い関係になったりもします。そうね、小学校からの友達とか、高校からの友達とか、何十年も続く関係、そういうものを大切にしている人も多いです。なので、もし皆さんが日本で友達を作りたいなら、焦らない方がいいかもしれません。一度会う、2回目は1ヶ月先かもしれないけど、2度目会う。そして3回目は、2ヶ月先かもしれないけど、また会うと。そうしているうちに、気がつけば友達になっていることがあります。皆さんは、日本の友情の文化についてどう思いますか？日本人の友達を作るのは簡単ですか？それとも難しいと思いますか？ぜひね、コメントで教えてください。ということで、今日も最後まで動画をご視聴くださりありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。